皆さん、こんにちは。漫画家の下田慎です。イエスです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はですね、はい、アイビスペイントを使ったプロと初心者のまた対決企画やっていきたいと思います。100% 負けるんだけどね、対決企画はもう。でもね、今回は実は私も初めてやることをやるので、まあもしかしたら勝てる可能性もあります。いや、そんなことはないと。ということで、今回やる企画の内容は、アイビスペイントでプロと初心者のイラスト加工対決です。加工対決？今回は背景がない、完成されたイラストを、用意してます、何枚か。シンモン先生が描いたイラストがそう。私が描いたイラスト。はいはい、それをアイビスペイントに読み込んで、背景つけたりとか、いろんな素材がいっぱい入ってるんだよね、アイビスペイント。あと、フィルターにもいろんな加工のフィルターがあるんだよね。それでよりいいイラストにした方の勝ちです。だから素材は安く私と全く同じもの使えるの。なるほどね。そのもう一つね。だけど元の素材は私の絵を使えるから、まあ全く同じものを使った勝負なの、今回は。なるほどね。画力勝負じゃない。センス勝負です。センス勝負。だから元々のあるものは使えるんだね。そう、だから今回はプロ絵師のセンスと初心者のセンス、どっちが光るかっていうのをやっていきたいと思います。なるほどね。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、1枚目の、対決画像はこちらです。こちら、スケースとナイの兄ちゃんって私の連載してた作品の、まあ、チコちゃんって女の子なんだけど、まあもうなんかこうファッションのなんか雰囲気のある女の子のイラストをあえて今回選んでみました。なるほどね。これをよりなんかこのイラスト元のね、素材のイラストに合うような加工をかけた方の勝ちです。むずっ。で、素材はもう後ろが背景が透過されてる素材用意してるので、もう自由なサイズとか配置してもらって。これで今いじっていいわけね。A4 のキャンバスに自由にサイズを調整して配置してもらって、まあいろんな加工をかけてもらって、まあ出来上がったらお互いちょっと見せ合いましょう。なるほどね。はい、じゃあ早速やっていこう。はい。なるほどね。クソでかくしてもいいし、クソちっちゃくしてもいい。そう、それもセンスだね。そう、自分のセンス。むずっ。でもむずいね。むずいな。今回一つハンデがあります。何かっていうと、私、プレミアムに入ってない、アイビスペイントの。プレミアム？有料会員じゃない。S 君はアイビスペイントのプレミアムに入ってるので、あなた有料会員なの？プレミアム素材を使えます。本当に。そこに唯一ハンデがここありますので。これ有料会員なの？あなたプレミアム入ってる。知らなかった。なので、そこでね、S 君はなんとその有料素材も使えるっていう。やべえ、グリッチとかしたらシモン先生ね、完全に殴られるよ。いや、だからそういうのうまく使ってね。これってさ、もうさ、人物のさ、でかさ変えなかったっけ？後で変えれる。後で変え。それだけ教えるね。レイヤー選択して、これに書いちゃダメだよ。だからこのレイヤーに。これ移動変形を押せばいい。はい。じゃあ、1回戦目できましたー。ちょっとね、いろいろあってね、迷っちゃった。じゃあ、まず、私の方からでいい？はい。私の方から見てみてください。はい、1枚目こちら。おー。まあ、今回割とすごくシンプルな感じにしました。なんか夕焼けの校舎みたいなイメージ。その通りです。夕焼けの校舎、ちょうど夕焼けの校舎があった素材で背景でね。だから、それを入れて、さらにでもこの絵に馴染ますために、ここのね、手前の下駄箱の後ろの下駄箱だけくり抜いて、ここだけぼかしを強くかけました。そうすることで、手前の下駄箱より奥の方がボケて、遠くにあるように見せるっていう風にちょっとこだわって。うまっ！嘘でしょ？そんな技術が。この場所に馴染むようにしたのと、全体の色味を夕焼け風に変えました。いや、こういう風にやりたかったんだよね、俺も。イメージは俺もこれだったの。で、あとちょっとだけレトロっぽくしたかったから、ノイズっていうフィルターを全体にかけてます。これかけてんの？これ全体にイラストにも背景にもかけて、ちょっと背景とイラストほら、私が塗ってないから、ちょっと統一感がないけど、うまく統一感が、書いちゃった。統一感が出るようにしてます。っていう。まあでも簡単な加工です。個人的には比較的。そんな難しくない。っていうイメージです。じゃあ S 君の方見ましょう。俺、こちら。俺もシーモンス先生以前やりたかったよね。わかるわかる。テーマは、なんかこの路上の、ストリートスナップの人に、写真撮ってもいいですかって言われて、どうぞみたいなの撮って、なんかちょっと写真もだからレトロみたいな感じにしたかったよ。猫死んでない。これは猫がいたっていうね。猫黒。そんな
白かったの。そのままだと、やっぱこの背景に馴染まなかったよ。だから、焼き込みリニアみたいの入れてチコちゃんと同じ。じゃあ。塗ったらこんな色になっちゃった。なるほどね。じゃあ次、第2回戦目いきたいと思います。はい。はい、じゃあ2回戦目の画像はこちらです。はい。これもみんながよく見るオープニングの画像。ああ、これね。これはさっきと違ってポップなイメージで私イラスト描いてるんだよね、すごく。はいはいはい、はい。それに合うような加工をかけてほしいなと。これもうオープニングでいいや、いっぱい使ってる。まああれがね、あれが正解なんだけども、でもまあこれにすごくイメージ、私は2人がほら飛び出てくるようなイメージでちょっと描いてるから、それにぜひ似合うような加工をかけてほしいな。むずいなこれ。じゃあ早速2回戦目やっていきましょう。難しい。ちょっと私もこのジャンル苦手なの。私元気系の加工って苦手なの。ポップとか。確かに。いや、これね、むずいよ。そうでしょ、これ背景選択むずし。そうでしょ。でも S 君が得意な方じゃないかと、ポップとかはさ、私よりも。いや、でも今のさっきの見ててね、もう多分苦手だよね。どうしていいか分からなかった。はい、ということで、2回戦目終了しました。いやー、これ難しいわ。むずいな。ということで、じゃあ2回戦目まず、私のからでいい？いいよ。私のから見てください。私のやつはですね、お風呂場のタイルみたいな背景素材を見つけて、このシャボン玉みたいのを見つけた時からイメージ決まって、なんかお風呂にさ、なんかいっぱいシール貼ってる、みたいな感じをやりました。めっちゃポップや。だから、正直この SS 漫画ダイアリーだけ自分で書いたけど、あとはもともと全部ステッカーって素材が入ってたの。だけど、乗せるだけだとちょっと浮いちゃうから、超細かい芸だけど、ちゃんとステッカーがついてるように、はい、この影を乗っけてる。この裏側にこうちっちゃくちゃんとうまっ、影を乗っけてちゃんとステッカーが貼り付いてるようなちょっと雰囲気にして。なるほどね、こうペダルで貼れるやつね。そうそう、だからお風呂場になんか貼ってるみたいなちょっとイメージにしてみました。うまっ。じゃあ S 君の方。俺こちら。昔のゲーム。昔のゲーム。まあイメージわかる。なんかこういうのある。CS バンガっていうラーメンゲームみたいな。なんかこうすごいしょうもないゲーム感はあるけど、これも怒るから悪くないの S 君のやつ。っていうイメージやから、真逆の感じでしてる。そうだね。めっちゃ思ってる私これよかった。好きな感じ。じゃあ最後の戦いいきますよ。最後の画像はこちらになっております。こちらは今までと塗りが全く違うようになっております。これ前ね S 君とアイリスペイントにコピック風に塗れるブラシが登場した時にやった企画で塗ったイラストなんだけど、だから今まで私が絶対普段使わないような筆で塗ってるので、今までのような感じでやると多分合わなくなるんじゃないかなっていう。ちょっと水彩っぽい感じ。そうなの、そうなの。淡い感じね。そうなの、アナログっぽい塗りなんですよ。なのでこれをどう加工するか対決になっております。俺の中の加工技術もう出尽くしてるよ。だからやっぱさっきのちょっとデジタル感とか合わなくなっちゃうと思うんだよね。むずいな。なので私も難しいなと思ってこれを選ばせてもらいました。じゃあやっていきましょう。あえてクソデカでいこうかな。なるほどね。なるほど。面白い発想だね。それもありだね。パクリやがったな。パクらないです。パクらないです。ちゃんと私は、元々のサイズでいきます。この、せっかく描いたイラストがね、消えちゃうの悲しいから。さっきのエスクの格好を見たらさ、もう私の描いたイラストほぼぶっ飛んでたもんね。まあね。それも、俺の感性ね。はいはい。まあいいですよ。全然ありです、ありです。いや、どうしようかな。なんかいいのあるのかな、背景パターン。これじゃ泥棒だもんな。それだからこれ泥棒だよ。泥棒だな、確かに。これじゃ泥棒だ。それ泥棒だわ。それ泥棒で見るやつ。明らかに合ってなかったし。それ泥棒で見るやつだ。私でもちょっと決まったわ。方向性決まったゆえに早く終わりそう。マジでくそー。方向性決まると結構いくんだよね。困ったぜ、こりゃ。
なんか、頭がおかしくなった。難しかった。目もおかしくなってるでしょ、俺。じゃあ私の方からいきたいと思います。はい、私の方はこちらです。おしゃれや。なんかめっちゃレトロ感出したくて。マジ？これ実は、なんだろう、すごい複雑な加工が地味にかかってまして、なんだろう、この元のおしゃれなさ、花みたいな素材を見つけたんだよね、アンティークみたいな。これかけないとべったりだったんだよ。結構べったりしたノリだったの。それになんかこう、また大理石調のものを見つけまして、それをかけることで、ちょっとアナログ風にするってのを見つけて、それをさらに両バレでかけた上に、全部こっつけた時にこう周りを黒くするっていう素材とちょっと色味をブラすみたいなフィルターをかけた後エスクなく使うやつだね。それに顔の部分だけ消してる。かぶせてほらこの素材の上にこれをかぶせて顔の部分だけよく見ると消えてるでしょ。そうすることで顔だけはこの加工がほら邪魔な加工がかかんないようにしてる。バチってここだけ決まるようにで他がボケてるみたいな。よくいろんなこと探してきて凝ってるね。あとは黒いフレームをつけることでここちょっと余白空いちゃったからね黒いフレームをつけてちょっと SS9 型やはり2020オータムという感じで入れてみた。なんかポスター的なまあなんかちょっとここに文字みたいなの入ってておしゃれかなみたいな。ただここの文字はおしゃれなの探したけどないから自分で書いた。うまいという感じで私結構これよくできたかなっていう。いやうまい。S 君のはこちらです。俺もう頭がさおかしくなっちゃったんだよね。なんかさ、サイバーパンクの世界にこの子行っちゃったでしょ。なんかちょっとライブ会場のイメージにしたかったんだけど。なるほどね。なんかもういろんなものを多分入れすぎた結果わけわかんないから自分の頭の中でこんがらなっちゃってでなんか戻りにも戻れないみたいなもう結果これになったみたいな。エスクの言ってことわかる。トランス状態の人が見てる世界。難しかった。ということで、よかったら皆さんコメント欄でね、それぞれどっちの方が良かったとかで、教えてください。それで勝敗が決しますので。いや、もはや、これやってほしいよね。なんかみんなに、なるほどね。下先生のこれ線画だから、無料配布して。素材渡すから、皆さん自由に加工してみてください、ね。どんな加工されてくるのか気になるよ。それはちょっと私も気になるね。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の椎本慎と。バイバーイ。